こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ちょっと最初に断っておきますが、この方の質問結構ね、長いです。長いんですが、意外とこの方と同じような悩み、あとはちょっとした勘違いですね。この勘違いをしちゃっている人、すごく多いと思うので、そのままお読みしますね。豆腐さんからの質問です。相談内容は、フォロワーが増えても実売につながらないことについて、いつも絵描きの心に寄り添う動画ありがとうございます。34歳、女性、豆腐と申します。私は現在、漫画のお仕事をしております。ずっとアルバイトと掛け持ちで書いていましたが、ここ最近は細々ではありますが、漫画のお仕事だけで食べていけるようになりました。いや、本当にすごいですね。ですが今、大きな悩みがあります。それは、SNS のフォロワーが実売につながらないことについてです。プロになる前から、絵を仕事にするならまずは SNS でファンを増やさなきゃダメだと思い、とにかく更新を頑張ってきました。特に Twitter は先生の動画も参考にして、週に1本は漫画をアップすることを何年も続けてきました。いや、継続は力ですからね。これもすごいと思います。その結果、何年かかかってしまいましたが、オリジナル作品のみで Twitter のフォロワー1万人を達成することができ、今では1万3000人ぐらいのフォロワーがいます。すごいです。斉藤先生をはじめ、もっとフォロワーが多い人はたくさんいるのでおこがましいですが、一応私が書いている漫画のジャンルでは、この数字は多い方に入ります。フォロワーが1万人を超えた頃から、新規の依頼も徐々に増えてきました。とにかくお仕事につなげるために頑張ってきたので、すごく嬉しかったです。ですが、お仕事の告知にしても、ほとんどのフォロワーさんからは反応がありません。普通に漫画をアップすると、だいたい1000から1500いいねぐらいなのですが、お仕事の告知へなどは、よくて80いいね程度、50いいねもらえない時も多々あります。普段はたくさんもらえるリプライも、お仕事の告知になった途端にゼロになります。当然私の商業作品はあまり売れていません。電子配信なので、電子書籍ランキングなどがありますが、どの作品も一度たりとも入ったことがありません。編集部から報告されるダウンロード数の集計を見ても、少なくて恥ずかしくなる数字です。担当編集さんは言葉を濁して、普通の数字です。ヒットする作品の方が稀ですから、と言っていますが、慰めだと感じます。売り上げに全然貢献できていないのは肌で感じました。なのでどの編集部でも、だいたい2本お仕事をしたところで終わります。フォロワー数だけは多いので、仕事が終わる前に運よく次の仕事が来ては、その繰り返しでなんとか繋いでいる状況です。それに加えて、同じ編集部の他の作家さんと自分を比べてしまいます。フォロワーが1000人ぐらいの作家さんが、私の10倍以上売れていたりします。書店ランキングの順位や告知ツイートの反応の多さなどで圧倒的な売上の差があるのがわかります。編集部がどの作品をプッシュしているかでも売上の多い作品はわかります。フォロワー数はダントツ私が多くても売上は作家の中で半分より下の方です。生地フォロワーが多い分ハリボテみたいで恥ずかしくて辛いです。フォロワーが多いのに思ってたより使えないじゃんと思われているのではと苦しくて作品を書くことから逃げ出したくなります。フォロワーが多い人に仕事を依頼する編集部の気持ちは拡散力やすでにファンを獲得しているところへの期待感だと思います。でも私は全然その役目を果たせていません。ちなみにフォロワー数が少なくても作品が売れている方のツイッターを観察したところ、基本的に更新は告知のみ、月に1回ぐらい落書きや告知絵を載せるという活動報告的な使い方をしている人が多かったです。それだとツイッターに更新される漫画だけを目当てでフォローする人は少なそうなので、そういうアカウントならフォローしている人はきっと熱烈なファンなので、フォロワー数に関係なく商業作品が売れているのも頷けます。それを見て、プロになったならあまりにも無料で作品を公開しすぎない方がいいのかなと思ってしまったんですが、今の自分がその人たちと同じような更新頻度になったら確実にフォロワーさんに見限られると思います。それにプロの方でも漫画やイラストを描いて SNS にたくさん上げている人はいますし、それでもちゃんと商業作品が売れている方もよく見かけます。結局は私の作品に魅力がないんです。はい。ここからはね、ちょっと愚痴ですね。そもそも私の作品が売れていないのはフォロワー数に関係なく実力のなさだと思います。でもたくさん書いてフォロワー数を増やすことはファンの獲得をすることにつながると信じていたので、こういう結果になってしまっていることが悲しくて、なんでと嘆きたい気持ちです。フォロワーが増えるイコール作品に魅力があるだと思っていたんですけど違う気がします。
SNS のフォロワー数は実力より更新頻度に依存していると感じるからです。結局は私の作品はただでたくさん読めるから読むけどお金を出す価値まではないと思っている人が多い。それに尽きると思います。でも、だったらなおさらもっと売れるようになるために実力を磨いて SNS に作品をもっと公開していろんな人に見てもらわなきゃと思ってしまうんです。お金を払ってもらえないなら、やっぱり無料で作品を公開するしかない。でもそれをやってきた結果がこの売れない今の状態です。何年も頑張ってきたのに、ついにプツンと糸が切れたように落ち込んでしまい、どうしたらいいのかわからなくなってしまいました。最初は楽しく頑張っていたはずなのに、だんだん更新が義務感になり、結果につながらないなら意味がないとひねくれた気持ちに変わってしまいます。最近は更新するための漫画や絵を描くことがどんどん億劫になってしまいます。なんとか完成させていいねをもらっても、どうせこの人たちは私の無料の作品にしか興味がないんだというすさんだ気持ちになり、描くのが楽しいという気持ちは根こそぎ枯れてきてしまっています。本当に辛いです。こんなプレゼント誰もいりませんよね。でも意味がないと感じてしまった今でも怖くて SNS の更新をやめられないんです。長くなりましたが、お仕事につなげたくてフォロワーを増やしたのに、いざ仕事をしたら実売につながらない場合、何を改善したらいいのでしょうか。ただフォロワーを増やすだけでは実売にはつなげられないのでしょうか。だとしたら実売につなげるフォロワーの増やし方ってどうすればいいのでしょう。私は何を間違えてしまったのでしょうか。先生の動画を見ている方の中にも、いずれ絵を仕事にしたくて SNS 活動を頑張っている方もたくさんいらっしゃると思います。そういった方々が私のような思いをしないためにも、どうか一言でもアドバイスをいただけたら幸いです。今後も斉藤先生のご活躍を心よりお祈りしております。とのことです。はい、豆腐さんご質問ありがとうございます。まず最初にお伝えしたいのはですね、豆腐さんあまり気を落とさないでください。豆腐さんはね、商業誌で何度も編集部からお声がかかっていて、でね、それをトライし続けられているっていう時点で、いろいろなところからね、相当期待をかけられていますし、信頼も寄せられている方だと思います。そうじゃなければね、連絡すら来なくなるのが普通です。売り上げにね、貢献できていないっていう風に凹んでらっしゃいますけど、編集部からしたらね、締め切りが守れて、やる気がある作家っていうだけでも、めちゃめちゃ貴重な存在なので、そこはね、もう自信を持ってくださいね。でですね、質問なんですが、いやーこれね、質問文が長い。いや、この質問ですね、僕だったらこの5分の1にまとめちゃうと思うんですけど、さすが漫画家って言うべきなのか、ここまでね、この内容を膨らませられるあたり、文章を読んでいてもね、この人は根っからの漫画家なんだなって思わせられる文章でした。いや、これですね、別にバカにしているわけじゃなくて、漫画家の人ってですね、僕から見て、一つのことについてものすごく、深く、これ言い方悪いかもしれませんが、もうぐちぐちね、もうずーっと考えてる人が多いんですよ。これですね、悪口にも聞こえかねないかもしれないので、あんまりここでね、実名を挙げることはしないんですが、僕の知り合いの売れている漫画家、大体こういう性格の人が多いと思います。面白い漫画を描ける人の方が、そういうめんどくさい性格をしている人の方が多いので、この文章を読んでいってね、豆腐さんは良くも悪くもですけど、漫画を描くのにすごく向いている人だなっていう風に思いました。なんかもうこれ、ただの感想なんですけど、僕だったらですね、こういううまくいかない漫画家の悩みとか苦悩みたいな、なんかそういう漫画、割と読みたいですけどね。ですね、サリー B さんっていう方が書かれている、ザコ絵師ちゃん日記っていう漫画があるんですけど、これですね、多くの絵師が抱えている悩みを、主人公のザコ絵師ちゃんがことごとくなぞっていくっていう、そういう4コマ漫画なんですよ。どういう話があるかっていうと、例えばね、ある日ザコ絵師ちゃんが夜家に帰ってきます。疲れた。今日はゲームがしたいな。でも最近絵描けてないからな。どうしようかな。よし決めた。最速で絵を描き上げて、その後ちょっとだけでもゲームやろう。はい。で、決意するんですけど、時間が過ぎて深夜2時、虚無顔のザコエスちゃん、もう布団に入ってですね、窓から少しだけ差し込んでいる月明かりを見ながら、呆然と天井を見つめています。で、そこでテロップ。絵を描く気力も出ず、ゲームをするのもなんか気が引けたので、呆然と月明かりを見るザコエシ。もうね、もやもやしながらも寝るに寝れないみたいな。ちょっとね、涙を浮かべるザコエシちゃんなのでした。みたいな感じで、それだけのね、漫画なんですけど、これですね、絵師だけじゃないと思うんですけど、めちゃめちゃあるあるだと思うんですよ。この漫画を見てね、もう、僕、うわーって、一気にザコエシちゃんのことを好きになっちゃったんですね。豆腐さんもですね、ここまで自分の愚痴を膨らませられるんですから、それを漫画に消化できれば、めちゃめちゃ共感をもらえる作品が書けそうな気がします。はい。で、すいません。前置きがね、ちょっと長くなってしまったんですが、ここから質問にお答えしていこうと思います。僕がお答えしたい内容は、
3つです。SNS のフォロワー数、いいね数と仕事の PR はリンクしない。売れないのは実力のなさではなく、欲しいがわからないから。売れている漫画の1巻を買いまくって分析する。です。答えだけをね、言われてもいまいちわからないと思うので、順番に解説していきますね。まずですね、最初に言いたいのは、SNS のフォロワー数、いいね数と仕事の PR のいいね数はリンクしないってことです。豆腐さんはね、フォロワー数13,000人ぐらいで、普段の無料の作品にはいいねがいっぱいつく。んだけど、お仕事の告知にはいいねがあんまりつかないっていうのは、これはですね、もうそういうものだと思ってください。っていうのはですね、いろいろな理由があってそうなってます。一つは、単純に X のアルゴリズム問題。X はですね、当然 X の中に人を長く滞在させたいので、他のサイトに誘導するリンクがついているポストは、インプレッションをわざと下げてます。例えば僕もですね、文章をポストしたり、あとは絵をポストしたりしますけど、そういうポストがね、こう伸びるのに比べて、YouTube の動画更新しましたっていうポストは、これ目に見えてインプレッションが低くなるんですよ。それはもうそういう仕組みなので、しょうがないと割り切ってください。あとこれは根強いインターネット文化と言えるかもしれないんですが、ただで楽しめるものの方が人におすすめしやすいっていうことがあると思います。これですね、自分事として考えてみると分かりやすいと思うんですが、これ超面白いんだよっておすすめするときに、いきなりね、その人に商品買ってもらうのって、ちょっとハードル高いじゃないですか。それにね、その商品をおすすめするっていうこと自体、なんかその人に圧をかけてしまうことにもなりかねないじゃないですか。でも、ただで読めるものだとしたら、これただで読めるから読んでみてよっておすすめしやすいっていうのがありますよね。そういう理由でね、ただで見れるものは拡散されやすくて、お金を払わないと中身が見れないような、お仕事の PR のようなものは拡散されにくいっていうのは確実にあると思います。なので、豆腐さんのフォロワーさんの行動は、これね、普通です。そういうもんですので、あまり気にされないようにしてください。じゃあですね、なんで豆腐さんの商業作品が売れないのかっていうと、これはですね、単純にその漫画単体が欲しい、読みたいって思われていないから、もしくはそれが読んだ人に伝わっていないから、ということに尽きると思います。別にね、フォロワー数の多い少ないが原因でもないですし、豆腐さんの SNS 運用が失敗しているからでもないと思います。豆腐さんはね、プロになったら、ただで商品を公開しない方がいいのかなっておっしゃってますが、これもね、全然関係ないと思います。というか今の時代、すべてをタダで公開してから、それを商品化する流れの方が、SNS 界隈ではね、主流なのではないでしょうか。例えばですね、何度か紹介しているんですが、犬さんという方が、息子の成長を子育て2コマ漫画として公開されていますが、それをそのままですね、出版社から子育て漫画として出版されていますし、千歳さんという方は、めちゃめちゃ目が潤んでいるダックスフンドと、猫の掛け合い漫画を SNS でポストしていて、で、それがそのまま出版社から出版された流れだと思います。これ違ったらごめんなさい。多分そうだと思います。そういうところから見てもですね、SNS でタダで公開したら売れなくなるということはまずないと思っても良いと思います。むしろ逆ですね。じゃあ豆腐さんの漫画がなんで売れないのか、販売数を伸ばすことができないのかっていうと、これはね、ご本人からしたらすごく酷な言い方に聞こえるかもしれませんが、豆腐さんは読者が思っているこういうのが見たい、こういうのが欲しいという題材を発掘できていない、もしくは分かっていない可能性が高いのではないでしょうか。もしかしたらね、自分のジャンルに縛られすぎているっていうのも原因なのかもしれません。ちょっとね、この質問文だけでは原因が特定できないんですが、例えば僕ですね、漫画を買うときってそんなに絵が上手い下手関係なくて、多少絵が変だったとしてもね、簡素な絵だったり、自分好みの絵じゃなくても、題材が面白かったり、あとはね、こう話の引きが面白かったりしたら、結構ね、買っちゃうんですよね。ちょっとこの流れで紹介するのもなんなんですが、僕がね、少し前に買った漫画で、墨にごりっていう漫画があります。この漫画の絵、お世辞にもね、うまいとは言えませんし、めちゃめちゃね、独特なんですよ。例えるならですね、アバンギャルド夢子時代の押見修造先生の絵にちょっと似てるかなっていう感じなんですけど、出てくるキャラクターもね、かなり個性的というか、個性的って言うとちょっと聞こえがいいんですけど、主人公のね、家族全員がかなりね、気持ち悪い見た目をしてるんですよね。で、その個性的なビジュアルがどこから来るのかっていうと、読み進めていくとね、家族全員が家族同士でも言えないような秘密をね、それぞれ抱えていて、で、それをね、内緒にしつつこじらせた結果、その人の異様な佇まいに繋がっているんですけど、それをね、なんとかかんとかひた隠しにしな
ながら狭い家で日常生活を営んでいる。そういうね、家族の話なんです。で、ある日を境にそれがね、こう徐々にバレていって、うわ、こいつ裏でこんな気持ち悪いことしてたのか。うわ、気持ち悪いけどなんかわかるわ。っていう、こう見ちゃいけないものをこっそり覗き込んでしまったような背徳感があって、そこにね、墨濁りのカタルシスがあると思うんです。そこがね、こう見たいっていう欲をかき立てられちゃうんですね。はい。で、話戻します。豆腐さんはですね、そういうこう、どうしても見たいっていう欲求をまだかき立てられていないか、それ自体をね、こう発見できていない段階なのではないかと思いました。SNS って、そういうみんなが思っている、実はこういうのが見たいっていうのを確かめられる実験場としてすごく適していると思うので、そういう漫画が描けるとですね、じわじわ拡散されていって、ある日一気にね、こう、うわっと広がる感じがあるんですよ。で、普通の人は、それを SNS っていう、ただで実験できる場でしか試しようがないんですけど、豆腐さんはですね、商業誌っていうお金をもらいながら試せる場で何度もトライできているっていう、割とですね、特殊な立場だと思うんですよ。大体ね、2回で打ち切られてしまうっていうことがあると思うんですが、逆に言えばですね、その2回を何度も試せているのが豆腐さんの有利なポイントだと思うんです。なのでその立場を逆に利用してですね、読者が思っているこういうのが見たいっていうポイントを頑張ってね、見つけてみてはいかがでしょうか。自分が書けるジャンルだけにこだわるんじゃなくてね、それと同時にこういうのが見たいっていうのをいろいろね、試して見つけてみるんです。SNS は自分だけでそれを分析しなきゃいけませんが、豆腐さんの場合、数字が跳ねたりね、その予兆があれば編集さんが教えてくれると思うので、いろいろなところにね、数を打ってみるのがおすすめなのかなって思いました。はい。じゃあどうやってみんなが思っているこういうのが見たいと思っている題材を発見するかなんですが、これはですね、結構単純に売れている漫画を分析することで、その題材自体は探せるんじゃないでしょうか。豆腐さんがね、ウェブ連載しているんだとしたら、そのサイトでね、必ず上位に食い込んでいる作品を分析することでもいいです。僕はね、漫画で売れたことがないので、あんまり漫画でうまく例えることはできないんですが、YouTube。でもそれは同じでですね、僕が YouTube を始めるとき、とにかく登録数がすごく多い人気のチャンネルをこうバーっと一気に見まくったんですよ。それで今みんなが見たがっているチャンネルっていうのはどういうものなんだろうって分析しまくったんですね。で、具体的に言うと、僕がチャンネルを始めた頃はちょうどね、コロナウイルスが流行り始めて、みんなが外に出れずに家にこもるような生活になっていったんです。だから家でできるようなことをみんなが求めていて、そういうことを紹介するようなチャンネルが徐々に人気になっていた時期でした。それとね、みんなが家にこもってちょっとね、こう暗い気持ちになっていたので、明るく喋れるような YouTuber が人気を博していたんですね。その他いろいろありますけど、僕はその2つの理由からお絵描きの楽しさを明るく紹介するチャンネル、これはね、人気が取れるだろうと予測して、そういうチャンネルを始めることにしたってわけです。漫画とはね、ジャンルが違いますけど、でも漫画を作る時の考え方もある程度こういう発想でいけると思うんです。漫画の場合はね、キャラクターを生き生き描けることっていうのが第一にあるという前提はありますけど、でも今漫画界では異世界転生ものとか、あとはファンタジーものがものすごく流行っていますよね。で、そういった流行りも元をね、こう掘っていけば、今ね、現代社会で生きているみんなが抱えている悩みみたいなものに行き着くと思うんです。その悩みを豆腐さんなりに解消させてあげられるような、そういう漫画を描くことができれば、それはね、もう自然と売れるような漫画になっていくはずだと思います。漫画はですね、もう描くだけでめちゃめちゃ労力がかかるのはわかりますし、ものすごく大変な世界だとは思いますが、今豆腐さんの状況を見ると、豆腐さんが思っているほど悪い状況ではなく、むしろこれまでの豆腐さんの努力がある程度実りつつある、チャレンジしていくには良い状況にも思いました。2回で打ち切りになりつつも、それでも何度もチャレンジさせてもらっているところから、いろいろな編集部がね、豆腐さんに期待をかけている状況が伺い知れます。頑張ってください。応援しています。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回の悩みはですね、もしかしたら人によっては、ちょっと贅沢な悩みに聞こえてしまったかもしれません。もうフォロワー数もいて、ある程度いいねももらっている時点で、それすげえよってね、思ってしまった人もいると思うんです。そもそもいいねが欲しい。どうやったらいいねがもらえてフォロワー数増えんのっていう人はですね、こちらの動画、要注意。これを忘れると、あなたの表現は誰にも届きません。をご覧ください。自分の表現がいまいち届かない理由について知っていただけて、それを改善するためのポイントを手に入れていただけると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。